こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、神々しくてかっこいいイラストですよね。日野武京さんの作品で、タイトルはヨロウさんとデカケンパンチ。自作小説のキャラであるヨロウさんが自分の能力である大きな手と一緒に戦う姿を描きました。構図や塗り込み、ビジュアルデザインなど自分が出せる全力を尽くしたと感じます。自分の気づいていない箇所まで直せるところは全て直したいです。今の改善点はエフェクトなどがなく、空気感が欠けているところ、背景だと感じます。ということで、日野武京さん、原作のご応募ありがとうございます。自分の小説のキャラってことで、絵だけじゃなくて物語もということでね、キャラクターの作り込みが素晴らしいと思いました。このキャラクターがね、どんな物語を生きているのか気になりましたね。はい。そして自分の気づいていない箇所まで全部添削してほしいというストイックさ。これもね、本当に素晴らしいと思いました。はい。わかりました。できる限り僕が気になった部分全部解説を加えつつ添削していこうと思います。ただですね、気になった点全てお伝えすると言っても、ある程度テーマが絞られていた方が話がね、こう入ってきやすいと思いますので、ちょっとね、ポイント絞ろうかと思います。僕が今日主にお伝えしたいのはデザインについてです。はい。こちらのイラスト、キャラクターデザインがですね、ちょっと白に偏りすぎてて、なんとなくね、こう締まりがない感じが気になっていますね。もちろんですね、全体的に白っぽいデザインであることは魅力的だと思うんですが、絵として見た時にあんまりね、こう白すぎるとデザイン的な魅力があんまりないキャラになってしまいます。なので、白いキャラであるという魅力は保ちつつも、どうやってここにメリハリを加えたらいいのか、解決策を探っていきましょう。今回の動画を見ていただければ、なんかデザイン苦手なんだよな、締まりがどうしてもなくなっちゃうというお悩みを払拭して、なんだ、そう考えればよかったのかでね、むしろデザインを得意に感じていただけるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい。ということでですね、まずキャラクターに行く前にですね、この地面から、このね、キャラクターが乗っている地面から添削していこうと思います。はい。このイラスト、ビネットイラストを描こうとしていると思います。はい。ビネットイラストっていうのは、僕がね、勝手にそう呼んでいるだけかもしれませんが、地面の一部分だけが切り取られていて、で、その上にこう、キャラクターが乗っているような、そういうイラストのことですね。で、このビネットイラストを描くときに結構重要なのが、地面の色なんです。この地面の色で失敗してしまうと、意外とですね、キャラクターが立たなくなってしまう、見栄えが悪くなってしまう、結構重要なポイントなんです。まずね、こうしたいです。はい、地面の主に影になっている部分を暗くしたいですね。添削前は地面の上の面、地面の下の面ともにあまりね、こう明暗さがついていなくて、ちょっとね、ぼんやりした印象でした。今回特にキャラクターが全体的に白いイメージなので、題材にですね、結構はっきりとコントラストをつけていった方が見栄えが良くなると思います。下を暗くしたので、次は逆に上を明るくしていきましょうか。やってみます。はい。そしてですね、この辺、若干ね、こう、真っ平らすぎるので、ちょっとだけね、こう、デコボコさせていくのも、割と重要ですね。やってみます。はい、見ての通り、土じゃなくてね、草にしてみました。土よりも草の方が若干明るくできるのと、あとですね、草の生え方によっても、ディティールがね、ちょっとだけ追加できるので、絵として情報を追加しやすいっていうのもポイントですね。特にですね、こういう光と影の境目について、ツン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 って草のシルエットを追加することで、少しね、こう情報量が上げられるので、これね、結構効果的なんですね。あとですね、ビネットイラストの台座を描くときに結構気になるのが、この部分があるんですよ。この部分の処理がね、結構難しいんです。ここがですね、つるんと今のように真っ平らだと異様にですね、ここが目立ってしまうというか、何もないにもかかわらず、こうパキーンとね、主張が強すぎる感じになっちゃうんですね。なので、この部分もうちょっと何かを書き加えて、あまりにもシャープな印象になることを避けたい気持ちがあります。そういう時にはここにもね、草とか葉っぱとかで処理してあげるとかなり効果的だと思います。やってみます。
はい、こんな感じ。地面のね、こう、ヘリの部分に草花を生やしてあげて、印象をね、和らげてあげました。はい、今回ね、添削のポイントが多いので、ちょっとね、草花のディティールまではしっかり描いてません。むしろね、めちゃくちゃ適当に描いてるんですが、結構ね、これ、離れてみると、意外とね、それっぽく見えたりもします。ほら、割とね、こう、書き込んでるように見えるでしょ。皆さんもしかしたら絵を描いている時に、一個一個丁寧に、ディティールはね、しっかり細かいところまで描いて、でそれで時間がかかっている人もいるかもしれませんが、最初はですね、もうこのぐらい適当に描いていって、で後から細部を詰めていった方が失敗がなくていいので、早く少ない労力で描いていきたいという人はこういう描き方を覚えておくといいと思います。でですね、ちょっとごめんなさい、まだですね、本題のキャラクターデザインの部分に入っていかないんですが、ここもね、絵を見せる上で結構重要なので、しっかりと解説させてください。ビネットイラストを見栄えよく見せる時にはですね、結構ね、この辺のスカスカ感ってかなり気になっちゃうんですよね。この辺がスカスカだと、例えばソーシャルゲームに出てくるようなキャラクターの場合、レアリティがちょっとこう低めのキャラというか、なんかね、弱いキャラクターに見えちゃうんですね。なので、この辺を何かで埋めてあげると、一気にね、見栄えが良くなると思います。例えばこんな感じです。はい、一旦ですね、背景のシルエットで埋めてみました。ポイントとしては、ここは円形、遠くに見える背景にする予定なので、若干ね、空気遠近をかけて青っぽくしてあげるのもありです。全体を青っぽい感じにしつつ、かつ、コントラストを手前の背景よりも弱めてあげることで、あ、ここって遠くにあるんだなっていうことが一目瞭然でわかるようになると思います。このね、カラーピッカーで説明すると、このね、キャラクターが立っているこの手前の地面は、かなり明るい色からかなり暗い色まで使ってますよね。はい。なので、この辺り全部を使って背景を描くっていう感じなんですが、背景はですね、もうこの辺りだけ。かなりね、限定的なトーンで描いていくことによって、コントラストを弱めに保って、遠くにあるように描いていくことができます。この辺を意識しつつですね、陰影を追加していってみましょう。やってみます。はい、岩肌ある程度描けました。ちょっとね、背景っぽくなってきましたよね。あとは木とかもね、描いてあげると、さらにそれっぽくなると思います。はい、こんな感じ。あんまりね、労力かけていませんが、一気にね、遠くの景色っぽい感じになりましたよね。この程度の労力でいいので、奥側の背景を描いて、この辺のね、この中間の景色を埋めてあげることによって、一気にですね、ビネットイラストは豪華になると思います。覚えておいてください。さあ、それでは今回の主題、デザインについての添削に移っていこうと思います。はい、このイラストですね、ちょっとデザインが足りていないような感じがします。特に気になるのは、このね、手ですね。奥側の手もです。手がですね、ものすごく巨大で存在感があるのに、デザインがちょっとこう、つるっとしすぎというか、なんとなくね、こう、間が持っていないような感じがするんですね。キャラクターが聖なるパワーでかっこよく戦うようなキャラクターなのに、手はね、ちょっとこう、可愛すぎるというか、殴るたびにですね、はは僕が代わりに戦うよははみたいな感じで、なんかね、そういう感じの声が聞こえそうなような感じがします。そういう感じのキャラクターではないですよね。はい。なので、もうちょっとこう、装飾っ気というか、ディティールがあるような感じで描いていった方が、キャラクターに合った、かっこいい点になるような感じがします。やってみます。はい。まずは黄色い装飾の当たりを取ってみました。白と黄色は結構相性が良くて、たとえ黄色みを足してもね、全体的な白い印象や聖なるオーラをまとっている感じみたいなのは消えないので、むしろね、強化されるのでおすすめです。さあ、陰影も追加していってみましょう。
はい、陰影を追加することで多少メタリックな感じも強調できますので、硬い質感をつけるときには全体的にね白いといってもある程度のコントラストさは大事になってきます。はい、今ね影をつけて主に暗くしていったんですが、暗くするだけじゃなくて若干部分的に明るくしてあげるのも大事です。やってみます。はい、ハイライトを主に黄色いパーツに追加しました。明るい色と暗い色、こんな風にぶつけてあげるとより硬い質感であることが強調できます。はい、最後にね若干線を使って整えてあげましょうか。はい、こんな感じ。この手についてもね、そこまでディティールを細かく書き込んだわけではないんですが、ほら、ほんのちょっとこういう装飾を足しただけでも、かなり見栄えが良く、デザイン的に引き締まったのがお分かりいただけると思います。もしね、絶対白い手がいいという場合であれば、今黄色いパーツを足しましたが、黄色じゃなくてね、白でこのパーツを書き足してあげてもいいわけです。その辺は作者さんのこだわりによって書き分けてみてくださいね。さあ、奥の手も行ってみましょう。この奥の手でまず気になったのは、一応ですね、影になるように少し暗いグレーで描かれてはいるんですが、手前の手の影と、そして真ん中のキャラクターの影と、で、奥の手の影、同じようなグレーで描かれてしまっているので、あんまり手前と奥とで距離感がね、違わないように見えてしまっているのがちょっともったいないと思いました。もうちょっと奥の手は奥にあるように見えてほしいので、そういう場合にはね、こうしちゃいます。はい、若干青か紫の影をつけてあげましょう。そうすることによって手前にある手とは色が違うのと、あとですね、このさっき描いた奥側の背景にも青い空気遠近がかかっていることも相まって、手がですね奥側に引っ込んで見える効果が生まれます。はい、空気遠近ですね。さて、その上でまた黄色いデザインを追加していってみましょう。やってみます。はい、こんな感じですかね。あとですね、それでもデザイン的にちょっと締まりがないかな、もうちょっとインパクト欲しいんだよなっていう時には、思い切ってね、部分的に黒いデザインを施してあげるのも効果的だと思います。分量さえね、気を使えば、全体的に白いイメージの中に黒を加えてもイメージを崩すことなく、引き締め効果を追加することができると思います。やってみます。はい、こんな感じ。結構ね、デザインが引き締まりましたよね。ここもね、あんまりしっかりと書き込みはしませんが、もうちょっと整えた方がいい感じに見えると思うので、最低限ディティール整えていきますね。はい。このぐらいでいいでしょう。奥の手はこんな感じ。あとですね、コメントにエフェクトが足りないって書いてありましたが、ここまで全体的にイラストが出来上がってきたら、おっしゃる通り、エフェクトで派手さを追加してあげても確かにありだと思います。やってみましょうか。エフェクト書いてみますね。はい、まずはエフェクトのシルエットを描いてみました。イメージしたのは、このね、巨大な手の動きや軌道ですね。ブーンと振り回して攻撃しているような、そういう動きをこのエフェクトを描くことによって印象付けられると思います。このエフェクトもね、もうちょっとだけ整えてみましょう。はい、こんな感じ。最後にキャラクターのデザインについても少しだけね、添削していきます。今ね、背景と巨大な手のデザインを直したことで、かなりね、このイラスト見栄え整ってきたので、むしろね、キャラクターにはあんまり手入れなくてもいいかなと思うんですが、若干ですね、今言ったポイントをキャラクターにも当てはめることで、さらにメリハリを加えていくことができると思います。まずはちょっとここ気になるかなっていうところです。
はい、キャラクターの上半身と下半身のバランスなんですが、結構今ですね、上半身が大きめに見えていて、ちょっとねバランスが悪いかなと思いました。これですね、ある程度デザイン面でも解決することができて、さっきね巨大な手に加えた黒いラインですね、これを腰の上の方にベルトみたいに持ってくることで上半身が長く見えることを避けられると思います。でも若干ですね、それでも上半身が大きすぎるかもということで、若干上半身も縮めてみましょうか。こうです。はい、こんな感じ。あとキャラクター全体的にね白いと言っても、もうちょっと陰影を加えた方がいいかもしれません。こうです。はい、こんな感じ。スカートのねこう裏のひらひらの部分を影色として少し暗く落としてみました。ある程度メリハリをつけていきましょう。あと巨大な手に加えた黄色いラインとか装飾、これもキャラクターに少し加えてあげることで、もう少しだけねデザインに引き締め効果を持たせることができると思います。やってみます。はい、こんな感じ。ラインを追加してもいいですし、あとこんな感じでね印象的なパーツを付け加えてあげてもキャラクターの印象が引き立つかもしれません。あともう一箇所影色修正します。髪の毛ですね。はい、髪の毛の影色もただのグレーじゃなく、少しねこう紫寄りにしてみました。あまりですねグレーの影色を増やしてしまうと若干ね色がくすんでしまって汚く見えるので、特に髪の毛の影の色はこんな風に紫とか何かの色をつけてあげると綺麗に見えると思います。はい、そして最後ちょっとだけ顔を整えます。はい、こんな感じ。どうしてもですね、目線は画面に向けてあげた方がキャラクターイラストとしては映えるので、このようにね、させていただきました。シチュエーションを描いている場合には、目線は画面じゃない方がいいこともあるんですが、キャラクターイラストとしてね、キャラクターを見せる場合には、基本的には目線はカメラ目線がいいと思います。といったところで、今回の添削は以上となります。並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。全体的な構図とか、あとはポーズはそのままなんですが、デザインをこう全体的に施したことによってかなりね見栄えよく引き締まったデザインになったのがお分かりいただけると思います。今回はデザインに着目しつつビネットイラストの添削を解説してきました。いかがだったでしょうか。また今回のようにビネットイラスト描いてみたい、でもどうやってどういう手順で描いていったらいいかわからない、ポイントを教えてという方もいると思います。そんな方にはこちらの動画、反則級何でも描けるようになりたいです、何をすればいいですかがおすすめです。ビネットイラストの描き方、そしてそれを下地に厚塗りで豪華にしていくやり方も同時に解説しています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。